Ready? ということで始まりました原専ラジオ原田専門家でございます。今日はそうですね、毎回こうあーんで始まるとこのあーんだけ音のレベルがね超えちゃうんで、抑えなくちゃいけないんで、もうそろそろ変えましょうってね思っておりますよ。迷惑だなとは重々承知しておりますので、そろそろ何か変えようかなとは思っておりますが、ラジオって言ったら方々で誰だったかな、花輪さんの上石神ラジオだったかな、どっかでそれこそ本当ラジオ好きの人からラジオで言ってたのかな、誰かがラジオで空気階段だったかな、誰かが言ってたんですけど、ラジオって CM 開けるたびにこう必ず名前を自分の名前、例えばコンビ名だったらコンビ名と名前を言う、最初に毎回ラジオってだいたいこう常に聞いてる固定客というかがいるにもかかわらず、毎回こう簡単な自己紹介とか、それこそ YouTube でもそうですね、いろんな人の YouTube を見ててもまず、自分の自己紹介ね、こんなことしてますとかいうのが入ってるんで、そういうのをやっぱりね、どこで誰が初めて見るかっていうのはわからないんで、そういうのやっぱ必要だなとは思ったので、そういうのもちょっと考えようと。前にちょっとお話したなんかキャッチフレーズとか、なんですかね、挨拶ギャグというか、なんかそういうのがあると自分のなんですか、フレーズみたいなのがあるといいですよねっていう話をしてて、僕しばらくこうあーってやってるんですけど、それじゃダメですよねっていうのをねちらっと思っておりますんで、何かしら考えるのと、大体そもそも前は誰なんだっていうのとね、なんでスプラトゥーンのゲームがずっと映ってるんだみたいなのはあると思いますけど、今日は考えてないのでそこはすっ飛ばしていきましょうということで、今日お話ししたいのはその前にね、本題に入る前にあれも言っといた方がいいなって気づいたんで、ちょっとね話のなんていうんですか、こう構成を全く毎日いつも考えずにこれを話そうと思ってただただ喋ってるんであれですけど、こうなんですかね、最初にこう何かしら挨拶があって自己紹介があって、ですぐにあれですね、チャンネル登録と高評価お願いしますっていうのを僕いつも最後に言ってるんですけど、最後まで見なかったらあれね聞かないでしょ。なのでそれも最初に言わなくちゃいけないなーっていうのは気づいていながらなかなかできないってことは、それは分かってないということですね。分かってたらできるだろうね、やらなくちゃいけないと思っておりましたというのがまずありまして、今日本題です。お話ししたいのはこれなんて言ったらいいかな、声を荒げるほどではないが荒げたくなることね。なんていうんですかね、こうそれはおかしいだろうってこう強くね怒るようなことではないけども、ちょっとこれこうなんていうんですかね、イラッとくるなというか、これはちょっとおかしいんでねえかみたいなことがありましたので、ありましたか一つあるので、そのことについてお話ししたいと思います。まずね、思ったのがこれですよ。最近、コンビニとかスーパーとか、それこそね、最初はユニクロもそうでしたよね。ユニクロ GU とかね、あの辺がレジの無人化になって、言うたらセルフレジの導入がガンガン進んで、コロナの影響で、人と人との接触をなるべく減らすってことでは
拍車をかけているというかね、その無人化、レジの無人化、スーパーなんかもそうですし、コンビニなんかでも今ねどんどん増えてますよね。無人化ね、セルフレジと、それと対面であるにしても、こうお金をね、この前初めて経験したのがセブンイレブンでしたけども、こう店員さんにお金を渡すんじゃなくて、お金を入れるところがなんていうの、レジのお客さん側についてて、そこに、出た金額をレジのなんていうんですか、バーコード読むのは店員さんがやるんですけど、金額出たらそこにね、お客さんが、僕がお金を入れて、OK を押してお釣りが出てきてみたいな、お金のやり取りはこう機械とするみたいな、半分セルフレジみたいなのとか増えてきてるんですけど、あれ全然その感染症対策としても人員のね、削減にはならないとは思うんですけども、そこにね店員さんの時間を割かなくて済むようになって、いいことはいいと思うんですけども、いやいや待てよと、もともとレジうちの仕事は店員の仕事でしょ。それをお客にさせといてね、価格に反映されてなくないですかってちょっと思っちゃうんですよ。だからいいようにお客さんがこう使われているか、セルフの例えば食堂ね、って言ったら、高級レストランとかに比べたら当然安いわけじゃないですか。立ち食いうどんとかね、食券買ってとか、こうなんとか食堂ってね、その地域にあるような食堂でも、こう最近はないのが少ない、あんま行かないのであれですけど、こう食堂とかでも自分の食べたいおかず取って、それ持ってお盆に乗っけてレジに行ってお会計するみたいなとか、セルフのそういった食堂であるとかで、基本的にね店員さんのする仕事を半分じゃないですけど、ちょこっとお客さんが手伝うみたいなんで、割安なところがあるにもかかわらず、コンビニ、スーパー、これまでの値段と変わらないじゃないですか。ってことは客側が圧倒的に損をしているぞというのに気づいてしまったんですよね。これは本当にね、声を荒げるほどではないが荒げたくなるね。いやおかしいだろうとね、ちょっと言いたくなったなっていうのがありました。それからもう一つ、こうマクドナルドで並んでてね、僕じゃないんですけど別のお客さんも当然ね並んでて、そこにこうウーバーイーツの人がバーって入って、ウーバーイーツですって商品をパーッと持っていくんです。で僕はね、そういうなんだ宅配というかそういうのもね盛んでいいなと思ってるんですけど、その待ってたおじさんがね、いやおかしいだろうと急にね、俺さっきから頼んで待ってんのに全然順番来ねえじゃねえかよ、ウーバーイーツばっかりガンガン取りに来ておかしいだろう、すごい怒った人がいたのを目撃したんですね。それはね、さすがに僕はいやいやウーバーで頼んだお客さんの方が多分先にオーダー通してるからそれはしょうがねえだろうとは思いますし、よく注文の内容によってね、商品の提供の時間が前後しますみたいな言い訳とか書いてあるじゃないですか、マクドナルドに限らずね。なのでそこで怒るってことはないですけども、それをねおかしいだろうね言っちゃう人もいるんだなと思って見てましたけどもね。なんか対応してたねアルバイトの女の子が本当かね、すいませんでしたって言ってて、奥からね店長らしき人が出てきて店の外に連れ出して謝ってましたけど、謝ってたというか事情を説明してね、その怒鳴ってたお客さんもこうそこまでねことが
大ごとになってというかね、気持ちを発露したいだけだったんでしょうけども、こう大ごとになって、なんかいやいや俺はもう別にそういうあれじゃねえけどみたいになってたんで、やっぱりまあ怒るっていうのはね、カロリーというかね、いりますし、気持ちもわからなくはないですけども、アンガーマネージメントで6秒我慢すればこう怒りの沸点というのはスッと冷めるって言いますから、なんかイラッときた時はなんか6秒をね数えるためにも、何か6秒間の面白動画みたいなのをこれ YouTube に上げといて、それを思い出してもらってとかすれば、こう怒りの沸点が下がるようなね、まあ本当にね、猫のほのぼの動画みたいなのとかでもいいと思うんですけど、なんかそんなんいっぱい作ってね、6秒ぐらいだったらね、いいんじゃないかなと思ったんで、今度やっておきますというのを思いましたとね。声を荒げるほどではないが荒げたくなく、まあほんとスーパーのね、無人化レジのね、あれはちょっと価格に反映してほしいなとは思いますね。まあ店員さんはね、そういった労力を他に当ててるわけでしょうから、ね、その時給分反映せよとは思いますけどね。何かしら反映されているのかしら。他の、まあね、でもコンビニのレジとか大変ですよ。だってレジ打ちだけじゃないですもんね。発送の準備とかね、何ですか、あーあの U パックじゃないや、U パックもそうですけど、ああいったね、宅配便の手配であるとか、あとはね、公共料金の支払いのやつであるとか、ね、結構覚えることいっぱいあるし、あとはホットスナックの準備とかね、めっちゃいっぱいやることはある中で、まあ、レジがからちょっと手が離れるっていうのは、他のところ、例えばホットスナックが切らさないとかね、乱れた商品がすぐに整ってるとかね、まあ、そういったところに労力が回っているのかなと思ったら、まあ使いやすくなっていいんじゃないですかね。まあ本当に荒げるほどでもないし、荒げることでもないんですけど、ちょっとどうなんだろうと思ったというお話でした。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。